これ東京にあるいくつかのレトロ喫茶の外観。そんな東京のレトロ喫茶を紹介しようとした今回、こんなことが起こった。オムライスを真ん中から割ろうとする小グルメチャンネル、海苔トーストの旗を掲げる小グルメチャンネル、コーヒーとミルクが混ざる様子に見とれる小グルメチャンネル、分厚い卵が挟まったサンドイッチを頬張る小グルメチャンネル、レトロ喫茶で小説を読んでゆっくりする小グルメチャンネル、コーヒーフロートのアイスの部分だけを食べようとする小グルメチャンネル。そんな今回のお店を今から詳しくお伝えします。小グルメチャンネルとレトロ喫茶。歌舞伎座のすぐ横にある老舗洋食店喫茶 U。 レンガ調の壁に U と描かれているネオンのようなグリーンのライトが目印。その下に貼られたオムライスのイラストも温かみがあり可愛い。店内は1階と2階に分かれていて、1階にはカウンター席とテーブル席、2階はゆったりとしたソファー席、重厚感のある空間。5分ほど待つとオムライスが運ばれてきた。ダークブラウンのテーブルに置かれたオムライスは見るからにトロトロ。オムレツに使用しているという卵は2つ。そこにたっぷりの生クリームを入れることによってこのトロトロ感を作り出しているのだとか。トロトロの卵とケチャップライスを一緒にいただいてみると、口いっぱいに卵の甘みと生クリームのコクが広がる。あえて有塩のマーガリンを使用してオムレツを焼き上げているため、卵の甘さを感じる。喫茶店 U のケチャップライスはチキンではなくベーコンを使用しているのもポイント。固めの薄い卵にずっしりチキンライスが包まれている大衆食堂でいただけるオムライスが好きだよという人も心揺らいでしまうようなふわとろオムライスだ。メロンソーダフロート。ドリンクのグラスの形がレトロ喫茶っぽくて可愛い。緑色のメロンソーダ、白いアイスに細長いスプーン。レトロ喫茶に必須アイテムが勢ぞろい。炭酸は弱め。100円でアイストッピングはマスト。ドリンクはノンシュガー派だが、喫茶店ではついつい注文してしまう。同時に注文したアイスレモンティーも同じようにレトロな可愛いグラスで提供される。薄くスライスされたレモンが涼しげで、アイスティーをさっぱりといただくことができました。味のある年季の入った赤と白の縞模様のテントが目印。ドアを開くと昭和レトロな世界に誘われる。お店の中では赤と白のソファー、昔おばあちゃん家にあったようなフォルムの照明、年季を感じる壁のメニュー表が迎えてくれる。 BGM はなく製氷機のモーターの音が心地よい。周りの人も思い思いに過ごしており、昭和の空気がゆっくりと流れる。テーブルの上に目をやると、メニューのレトロな水色といい具合に白飛びしている食べ物の写真がなんともエモい。そんな私が注文したのはこちら。海苔トースト。元祖海苔トーストの文字が店内のあちらこちらに。元祖も何も海苔トーストというものにお目にかかったことがなかったから、どんなものなのか気になる。海苔トーストの撮影をしようとカメラを構えると、こんな風に撮るといいよと店員さんが美味しそうに写る写真を持ってきてくださった。そんな予想外の心遣いからもレトロ喫茶の温かさを感じる。どうやら海苔トーストを少しだけ重ねるとより映える写真が撮れるらしい。海苔トーストは一口頬張るとカリカリとした食感とともにトーストの香ばしい香り、バターと醤油、磯のいい香りが鼻に抜ける。トーストを食べているような、おせんべいを食べているような、初めて食べる味だけどなんとも懐かしい気持ちになった。アメリカンドーナツ。ドーナツにはシナモンシュガーがトッピングされており、中央にバターが乗った状態で提供される。いただくときはその中心のバターを溶かしながら食べる。生
地は比較的粗めで素朴なお味が特徴。上にシナモンシュガーが乗っているけれど甘すぎずちょうど良いお味。溶けつつあるバターと一緒に食べることでドーナツの甘さとバターの香ばしさが口の中でマリアージュされてとっても美味しい。2個のドーナツはあっという間に私のお腹の中へ吸い込まれていった。アイスコーヒー、癖のないお味とガムシロップの甘さが特徴。苦味や酸味のバランスがいいので海苔トーストとの相性もいい。アイスティー、こちらもアイスコーヒーと同じくガムシロップ入り。ガムシロップで甘くしたアイスティーを飲むのは小学生の時以来かもしれない。懐かしい気持ちになって心と目頭がじんわりする。帰りには思いがけず元祖海苔トーストと書かれた手作りの旗とマッチ箱をプレゼントされた。そんなチェーン店にはない心遣いで心まで満たされた。続いて私が訪れたのは銀座の大通りの裏にある老舗カフェトリコロール。カフェオレが SNS で話題のお店だ。お店の入り口は重厚な回転扉、そして2階は植物のツタが生い茂っている。賑やかな銀座においてここだけどこか別世界に迷い込んだみたいだ。重い回転扉を押して中に入ると階段沿いに数名並んでいた。30分ほど待ったところで2階のお席に案内していただくことができた。2階は思ったよりも広く、天井からはシャンデリア、最高窓もあり明るく開放的。壁際には暖炉や本棚などもあり、まるで豪華な洋館にお邪魔したかのようなワクワク感がある。テーブルは大きめで間隔も広めなので他の人の声もあまり聞こえないからゆっくりとすることができそう。革張りのメニューから私が注文したのはこちら、アイスカフェオレ。このメニューだけは予習してきた。こちらのお店の看板メニューだ。カフェラテを作ってから提供するのではなく、コーヒーとミルクを目の前で混ぜるパフォーマンスが魅力。店員さんも混ぜますよと声をかけてくれて、まるで一つのエンターテインメントを見に来たかのように楽しむことができる。コーヒーとミルクは薄いグラスの中で一瞬にして綺麗な色をしたカフェラテに変身する。ネルドリップで抽出した濃いめのコーヒーと新鮮なミルクを使っているそうで、美しい色合い。口に含んでみると苦みがしっかりしたコーヒーと新鮮なミルクのコクと甘さを感じることができてとっても美味しい。アンティークコーヒーブレンド。コーヒーはマイルドで飲みやすいお味が特徴。苦みよりも優しい甘みを楽しむことができた。カップやソーサーも上品で見た目だけでも楽しめてしまうコーヒーでした。エクレア。注文を受けた後一つ一つ仕上げているそう。エクレアは2本提供されて、そのうちの1本にはチョコレートが塗られている。チョコレートもクリームの量も見た目だけで美味しいことを確信させる黄金比。一口頬張ってみると、シュー生地は今流行りのふわふわというよりは全体的にサクサク食感。クリームも濃厚で一緒に頼んだカフェラテやコーヒーとの相性もバッチリ。一緒に添えられているクランチを振りかけることでさらにサクサクとした食感を楽しむことができます。続いて訪れたのは有楽町オフィスビル地下1階にある喫茶店、浜の屋パーラー有楽町店。昔ながらのサンドイッチが有名なお店だ。残念ながら2023年9月末にビルが解体されるに伴い、この有楽町店がなくなると聞いて私も行ってみることにした。お店は手書きの看板にメニュー、バラバラの種類の椅子とちょっとだけ傾いたオープンの看板。洗練しすぎてないあたりがザ・レトロ喫茶だなと思わせる。お店の中はほぼ満員でとっても人気。時代を感じさせるデザインのランプシェードやテーブルがとってもおしゃれ。
壁にかけられた振り子時計もいい味を出している。確かこんな振り子時計もおばあちゃん家にあったっけ。そんな店内で私が注文したのはこちら。サンドイッチ。お店の人によるとハーフ&ハーフにも変更できるそう。フルーツ入りのサンドイッチも魅力的ではあったものの、このお店の魅力は卵入り。今回はフルーツに浮気することなく全力で卵のサンドイッチを楽しみたい。パンはプラス30円でトーストしてくれるとのことなので、そちらを注文した。料理が運ばれてくると、まずはそのボリュームに驚く。厚みのある卵がサンドされたサンドイッチが8つ。これで830円はお得だ。一口頬張るとトーストされたパンのカリッという歯ごたえを感じることができる。卵は本当にシンプルな厚焼き卵。余計な砂糖やだしなどは入っておらず、みんなから長く愛される味をしている。最初はちょっと多いかなと思っていたけど、一つ一つがあまり重くないので思ったよりも食べやすい。そして素朴で飽きない味というのもあって、最後までペロリといただくことができた。浜の屋特製クリームソーダ。私の中のイメージではクリームソーダといえば緑色というイメージがあった。ただお店の人によると、おすすめはピンク色をしたピーチ味らしい。たっぷりと悩んだ挙句、私は浜の屋特製のピーチ味のクリームソーダにすることにした。半透明のピンク色の液体の中には真っ赤なさくらんぼが2つ。グラスの一番上には真っ白なアイスクリームが乗っており、赤と白のコントラストが綺麗。混ぜるとシュワシュワと弾ける泡はとっても涼しげ。一口飲んでみるとピーチ味のするシロップがなんだか懐かしい。幼き頃舐めていたピーチ味の飴玉を思い出した。昔から変わらない味っていいな。プリン。浜の屋特製のレトロなプリン。銀のステンレスアイスカップ、固めのプリン、そしてその上にあるホイップクリームとシロップ漬けのさくらんぼ。これをレトロ喫茶と言わずして何をレトロ喫茶と言おう。口の中に入れると卵の優しい味が口いっぱいに広がる。ビターなカラメルソースはさらっとしていて程よい苦み、美味しくまとめてくれている。さくらんぼいつ食べようかな。そんなことを考えているうちにあっという間に食べ終わってしまった。続いてご紹介するのは、銀座でレトロ喫茶といえばここというくらい有名なカフェパウリスタ。創業112年老舗カフェで、芥川龍之介やビートルズのジョン・レノンなど有名人が訪れたことで有名。こちらのカフェ、入り口が道路からちょっとだけ奥まった場所にあり、かつ外から店内が見えないような色になっている。そのせいで臆病者の私はこれまでなかなか一歩を踏み込む勇気がなかった。店内はこってりとレトロな装いを予想していたが、それはいい意味で外れた。ソファーは赤茶色で統一。天井からは豪華なシャンデリア。レトロな雰囲気は残しつつも明るく清潔感のある店内。ジャズが流れる心地よい空間が広がっている。そんなお店で私が注文したのはこちら。スコーン。ケーキと迷ったがスコーン見かけると何がともあれ注文してしまうのが小グルメチャンネル。こちらのスコーンは美しい菊型のスコーン。クロテッドクリームではなくクリームチーズが添えられている。ジャムはイチゴとブルーベリーから選べる。バターと香ばしい小麦の香り。表面はサクサク、中はもっちり。そのまんま何もつけずに深みのあるコーヒーと一緒にいただくのが一番好きだ。まるでゼリーのようなプルンとしたジャム。今流行りのゴロゴロ果肉入りではない。ジャムに果肉が入ってなくてもジャムって美味しかったなと昔給食で食べたブルーベリージャムを思い出す。ホットコーヒー、パウリスタオールド。いろいろなコーヒーのメニューがあって迷ったけど、やはり最初はど真ん中の味を楽しみたいということで注文。口をつける前に焙煎した香ばしい香りがふわっと鼻に届く。
深みとコクのある味が特徴。苦みもしっかりあり、飲み込んだ後も口の中に苦さがしっかりと残る。ああ、これがレトロ喫茶っぽい味なんだろうなと思わせてくれる一杯。水出しアイスコーヒー、森のコーヒー、パオリスタ一番人気のコーヒー。ホットコーヒーと同じく口に含んだ瞬間、苦みとコクを感じる。ごくりと飲み込んだ後は水出しコーヒーらしいすっきりとした味を楽しむことができる。口の中に残る苦さも十分に楽しむことができる。続いてご紹介するのはコーヒーショパン。お店の前に着くと、たまたまお店の前に出ていた店員さんからお目当てだったアンプレスは売り切れということを聞かされる。ショックでうろたえそうになった。また別の日に来ようとも一瞬思ったけれど、お店の外観から漂うレトロ喫茶の趣に惹かれて思わずお店のドアを開けた。ダイヤトーンのスピーカーからはショパンの心地よいメロディーが流れ、正午にもかかわらず店内はほの暗く、街灯のように灯る電球でゆっくりとくつろげる雰囲気。ステンドグラスの窓はおしゃれでありつつ、お店の重厚感を一層際立てる。重厚感のある赤い色をしたソファー、木製のローテーブル、これぞレトロ喫茶。都会の喧騒も聞こえず、美しいピアノの旋律だけが聞こえる。注文をして間もなく、私が注文した料理が運ばれてきた。アイスコーヒー。口に含んだ瞬間、フルーツティーのような新鮮で強めの酸味を感じる。コーヒーフロート。フロートといえば下膨れのグラスを想像していたけど、こちらのはショパンの旋律を思わせる滑らかな装飾が施された上品なグラス。ブラックのアイスコーヒーの上にアイスクリームが乗っているのかと思いきや、ガムシロップ入りのコーヒー。おそらく昔はガムシロップ入りのコーヒーが当たり前だったのかな。上に浮いているアイスは滑らかな口当たりが特徴。パウンドケーキ。存在感のあるレーズンが入っていて、これまた洋酒も効いてるから大人なお味。私の味覚は子供なので、お酒の効いたレーズンはちょっと苦手だったりする。なので普段自分から進んで選ぶことはしない。ただ今日だけは特別。店内の雰囲気に飲まれて、口の中まで大人になってペロリと平らげてしまった。レトロ喫茶。それはひとたびドアを開けたら昭和の風情に包まれる場所。忙しい現代社会におけるオアシスとなるゆっくりとした時間が流れています。もし日常生活に疲れてしまったら、あなたもレトロ喫茶に足を運んでみてはいかが？ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と通知のオンも